どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、コリドラスはお好きでしょうか？自分は結構好きです。コリドラスは底物生態の代名詞的存在で、その愛くるしい姿からいろんな方に愛されているポピュラーな熱帯魚です。自分の動画内でも何回か紹介しているんですが、どの種類も可愛すぎます。ちなみに最後にコリドラスを紹介したのは8月21日の動画ということで、3ヶ月も間が空きました。そちらの動画ではスポーツカーみたいな流線形がかっこいいコリドラスを導入しているので、気になる方はぜひそちらも見てやってください。そんなコリドラスなんですが、熱心な愛好家が多数いることでも知られている熱帯魚です。では、なぜそんなに愛好家がいるのかというと、それは莫大な種類がいるからに他なりません。以前の動画でもちらっと話したかもしれませんが、コリドラスの種類は熱帯魚の中でも1位2位を争うほど多く、ワイルド個体からブリード個体までとても幅広いです。沼が深すぎて自分のようなにわかが語るのはおこがましいレベルなんで深くは話しませんが、それこそ全ての種類を動画で紹介することは不可能。どでかいコリドラスから柄が特徴的なコリドラスまで本当に多種多様です。そんな中、久しぶりに導入するコリドラスを今回は紹介していきたいと思います。見た目が超ゴージャスで人目を引く面白いやつです。それでは早速開封していくんですが、今回は珍しくチャームでの生態購入となります。実は購入当時、通販で生態を買うにはちょうどいい気候になっており、送料が安く抑えられたんです。通常チャームは九州まで2日かけて送られてくるんで、真夏や真冬だと追加で送料を支払わないと確実に生態が死んでしまいます。しかし、気温が20度中盤を維持する気候であれば、2日がけでも割と大丈夫なことが多いです。水質変化に弱い生態などは安全をとって1日で到着させた方がいいですが、丈夫なコリドラスでは今まで2日がけでも試着があったことはありません。そういったちょうどいい気候ということもあって珍しくチャームで買ったわけです。ついでに前回レビューした寿の新商品プロフィットフィルター Z プラスを買いたいというのもありました。チャームは新商品も最速で入荷してくれるから地方民としてはとても助かりますね。ちなみに120サイズ段ボールのほとんどは今回購入した生態が入っている発泡スチロールで埋められています。今回紹介するコリドラス以外にももう1種類購入しているので、機会があればまた動画にしたいと思います。あとはいつも通り開封して点滴法で水合わせを行いました。というわけで今回紹介する生態はこちら。コリドラスイルミネータスゴールド。価格は1匹1800円。こちらは1匹のみの購入です。ちなみにブリード個体なのでこれでも割と安めな方。ワイルド個体にもなると1匹3000円は超える印象ですね。基本的にワイルド、ブリードどちらも流通している生態はワイルドの方が2倍くらい価格が高い気がします。コリドラスイルミネータスゴールドはペルー原産のコリドラスで、別名コリドラスイルミナティゴールド、コリドラスシュルツィとも言うようです。最大体長は5センチ、適正水温は22から27度、水質は弱酸性から中性、餌は生き餌から人工飼料まで幅広く食べてくれます。イルミネータスゴールドはアエネウス系、通称赤コリと同じような体型をしているのが特徴です。また、メタリックな金色のラインはコリドラスの中でもド派手な印象を受けます。見た目は本当に作り物のようで、今お見せしているプラケの中ではシャチホコかと思うくらい輝いてますね。コリドラスは鱗がしっかりしているイメージがありますが、このイルミネータスゴールドを見ると
鱗一枚一枚が分厚く見えて、まるで鎧を着ているようです。ちなみに、このメタリックなラインを持つコリドラスには、他の色彩を持つタイプもおり、自分が知る中では、オレンジ、グリーン、レッドなどがいます。その中でもイルミネータスゴールドは、メタリックな色彩との相乗効果でとてもゴージャスに見えるため、個人的には他の色より好きです。これだけ鮮やかだと人工的に着色されたと間違えるレベルですよね。実際にそう思われていた時期もあったようですが、先ほどお話ししたように河川ごとに違うカラバリのコリドラスが採取されるようになったことで疑惑が払拭されたようです。ちなみに飼育自体はやや難しめのようで、導入直後の水質変化に弱い面があるみたいです。性格は他のコリドラス同様温厚で、どんな生態とも混泳することが可能。他のコリドラスと群泳させるのも楽しそうですね。繁殖は可能で、特に目立った注意点はありません。雌雄が数匹ずつ揃っていれば、自然と産卵していることも多いです。ちなみに、コリドラスの雌雄の見分け方は割と簡単なようですが、未だに自分はどっちがどっちだか判別つきません。今映像に映っている個体は自分が見るにメスっぽいですがどうでしょうか。コリドラス博士の方がいれば合ってるかどうか教えていただけると幸いです。顔は普通のコリドラスといった感じで、自分の好きなショートノーズ系ですね。顔を正面から見るとヒゲも相まってナマズみたいに見えますが、ロングノーズのコリドラスはナマズを通り越してドジョウみたいです。というわけで導入していきます。ゆっくり傾けつつ退路を塞ぎ、最終的にはほぼ強制的に入ってもらいました。導入直後の映像がこちら。なんか石と流木の間に挟まってますね。先ほどのプラケに入っていた時と違って色合いは若干黒くなってる気がします。背中に通っているゴールドのラインは割とそのままですが、体側の色合いはなんというかメタリック感が薄れているような気がしないでもない。もしかしてプラケの中に入れている時は色飛びしてゴールドが強調されてただけで、導入した後に本来の黒っぽい色が出てきているのかもしれませんね。それでもまだゴールドという名前に負けないくらいのきらびやかさはあると思います。ちなみにコリドラスを導入した直後って毎回このようにじっとしているので、入れた当日はちゃんと導入できたか心配になります。水槽内に入れてからちょっと時間が経過し、移動したイルミネータスゴールドの色合いがこちら。なんかだいぶ色が飛んだ印象がありますね。これはカメラの補正も関係してるかもしれませんが、先ほどよりもゴールドっぽさはなくなってます。どの生態にも言えることですが、低照の色合いで体色が変わることはままあるので、そこまで心配しなくてもいいとは思いますが、今後どのような色合いで落ち着くかは気になるところ。なんかさっきから自分の体にフィットする場所を見つけてくつろいでいるみたいですが、もう少し活発に動いてくれないと動画映えしないので、低照に顔を突っ込んでいるところも撮らせてもらいたいものです。というわけで導入から1ヶ月と1週間経過したイルミネータスゴールドの状態がこちら。先ほどの映像とは打って変わってせわしなく動き回ってます。これはブラインシュリンプを給餌した後っていうのもありますが、慣れてくれたようでよかったです。導入前からコリドラスの中では水質に敏感だと聞いていたので、とりあえず一安心。ただ、導入前のプラケでお見せしたようなギラッギラのゴールドではなく、体色のほとんどが黒っぽくなり、背中側のラインだけ金色になりました。こうやって見ると赤コリの背中に金色のラインが付け足されたような印象を受けますね。ここら辺は飼育環境によって異なるとは思いますが、自分家のイルミネータスゴールドはこんな感じの色です。もっとギラギラを期待していたんですが、これはこれで可愛いですよね。以前のコリドラス紹介動画でもお話したように、
体色が黒っぽく、お腹側が白いと若干犬っぽさを感じて、犬好きの感性をくすぐられます。動きも他の生態と違ってユニークですし、色は地味になっても愛らしさは倍増です。逆に体色がほとんど黒色になったことで、背中のゴールドのラインが強調されて余計美しく感じます。ゴールドっぽさは減りましたが、これでもイルミネータスゴールドの名に恥じない金色です。というわけでいかがだったでしょうか。今回は結構派手めなコリドラスの紹介でした。蓋を開けてみればだいぶ落ち着いた色合いにはなってしまいましたが、ワンポイントの輝きは黄金のようです。現在飼育して2ヶ月半経過しましたが、今のところ他のコリドラスと飼育難易度は変わらないように思います。ネットでは結構難しいように書いていましたが、弱酸性の水質を保てればそこまで心配する必要もないんじゃないかなといった印象。ただ、導入時の水合わせは慎重に行った方が良さそうな気はします。だいたいどの生態も元気であれば、導入1ヶ月後くらいからは落ち着いてくるので、餌さえちゃんと行き渡れば、コリドラスは簡単な種類かなと思います。逆に、その餌が問題になることが多いので、ヤマトヌマエビを入れてる方などは、タブレット型の人工飼料が持ち去られないように注意してください。皆さんも数あるコリドラスの中から自分好みの種類を見つけてみてはいかがでしょうか。